足らずです。今日はね、みんな大好きロレックスのコピーシリーズ第6弾ですね。これはね、以前に修理した GMT マスター2、それのコピー、GMT マスターのコピーをやめようっていう回です。文字盤買ったんですよ。で、このね、もうこれだと思ったね、文字盤をね、リンクをね、貼っときます。その修理動画ね、リンク貼っときますのでね、見てない人ぜひ見てください。で、今回このロレックスのコピー、こいつをね、出します。コピーやめます。買ったのこれ。すげくね、これ。富岳36系のですね、そうだよ。神奈川沖浪浦だね。もうこれしかないと思って買っちゃった。もうね、サイズとか全然見なかったです。もうこれしかないと思って。値段ちょっと高かった。アリエクで6000円ぐらいしました。高っと思って。つくかどうかわからずね、購入したんです。もうこれしかないと思ってさ、買ったんだけどさ、大丈夫っしょっていう感じです。ほら、なんかね、突起の位置もいけそうなので、なんかいけそうだなと思って。ただその GMT の穴がね、これ GMT なので、元々のコピーが GMT マスター2、GMT 機能もついてます。そのね、針がつく穴がちょっと小さいのでね、それは広げてあげなきゃダメかなっていう感じでは思ってました。それぐらいでしょうって感じです。穴小さいでしょ？俺の神奈川沖浪浦。なんであれにしたんだろうね。でもかっこよくないですかこれ。もうこれかっこよかったんだよな。ってことでね、GMT の穴つける場所ね、ちょっと広げます。リューター機械でやってもいいんですけど、機械だとね、ちょっと削りすぎちゃうんで、この手でやってます。少しずつね、小さいものはね、手でやった方がいいです。次はね、丸っぽいやつでバリを取ります。バリもね、きっちり取ってあげないと、針がね、引っかかったりしますんで、きっちりバリも取ってください。問題のね、文字盤取り付けていきましょう。以前にね、修理したエダの 2836GMT ですね。爪をね、2箇所折る必要があります。文字盤側のね、爪を2箇所折る必要があるんですけど、そこを折ればね、このエタにはつくでしょっていう感じの雰囲気でした。サイズ感もちょうどよかったんでね。それを見越して買ったんですけどね、この後にまた悲劇が起こります。折ったらね、刈り合わせ。この瞬間たまらないですね。本当に。合わせていきましょう。まさか合わなかったの。もうパッと見はね、もう合ってるんだよ。見た瞬間は合ってると思ったんだけどね、合わなかった。説明すると、これはね、黒いポッチがね、文字盤を入れる穴、文字盤の突起があるじゃないですか。あそこに入るんですよ。ムーブメント。今書いてあるのがムーブメントなんですけど、ムーブメントに穴が開いてあって、あそこに突起、さっきこうね、2箇所切らなきゃダメだって言った突起があるじゃないですか。あれがここに入るようになってるんです。それでね、ムーブメントとね、文字盤を止めることができるんですが、このサイズ感と、この位置関係はバッチリ合ってたの。目見ではしっかり合ってました。これが文字盤ですよ。これがね、さっきの突起。この突起が赤い穴に入って、ムーブメントと文字盤が止まるんです。止まるようになってるんです。これ文字盤ですね。これがね、こう、きっちり合うんですわ。エタ。これ多分サイズであれするんだろうね。こうきっちりパチッと合うんですけどね。これがね、なんと合わなかった。そんなことあると思って。もう位置関係はね、バッチリだったんです。目見ではね。この長さ、ここの幅がね、広かったの。文字盤側が。ほんのちょっと。1ミリあるかないか。両方ともね。だから、曲げても何してもこれ入らんぞと。何やっても入らんぞっていう感じになったんです。
思いっきりずれてんの。ムーブメントの外側に来ちゃうの。何やっても。いやー、これはね、がっちりショックでした。ほんと悩んだな。どうするか。でもなんとかつけたい、あれ。あれ、ほんとなんとかつけたいな、あの文字盤。本当に必死で考えてます。でもな、この時、ショックすぎてな、また、リーサルウェポンズ聞いたんだよな。そう、ちょっといいことを思いついて、以前に購入した、試験的に買ったっていうのかな。白い文字盤、右側に見えるじゃないですか。あれはね、すんなりつくんです。あれはね、エタ用のサイズで買ったんですよね。試験的に買った安い文字盤なんですけど、そう、こいつがね、使ってくれと言わんばかりに、ただただもう不要だった文字盤なんですよ。こいつに貼り付ければいいんじゃねと思って。ね、そういうことでしょ。文字盤の厚さ、若干厚くなるけどね、もう1枚分、2枚文字盤貼ることになるけど、これ貼ればいいじゃんと思って。いや、いいこと思いついたと思ってさ。で、若干でかいんです。この白い文字盤。なのでね、そいつもね、切ります。切った。ハサミでほら。ハサミで切ったからね。いやー、ハサミで切れます。薄いんでね、文字盤結構薄いんで、ハサミでガンガン切れちゃいます。でね、これをね、しっかり入れてあげればね、見てください。この板にはきっちりあってね、それにこうやって、このね、俺の神奈川沖波浦をね、貼ればいけんじゃないと思って。ほら。ほらほらほら。いびつだけどね。切ったから。それはね、隠れちゃうから関係ねえやと思って。この方法でいきます。もうね、貼る。なんとかなるっしょ。なんとかなる。うん。実際なんとかなるから。でね、ちょっと切って、そしてまた貼り合わせして、ほら、バッチリなんです。これはね、きちんとほら、あそこにね、ムーブメント、あそこに入って、そのストッパーをね、こう止めてあげる。以前の動画で紹介したんですけどね、それがきちんとはまるんです、この文字盤は。俺の神奈川沖波浦だけが合わなかったんです。そう。なので貼っちゃいます、もう。なんとしてもこの時計をね、作りたかったんで、貼っちゃいます。なのでね、突起も切っちゃいます。もうこっからはもう後戻りできません。もうやるだけです。もうひたすら突き進む。思ったことをやるだけです。きちんとね、バリを落としましょう。突起のバリを落としてね。そう。そしてね、ちょっと気づいたことがあって、このね、GMT の針、少し加工します。加工の理由説明しますとね、またね、さっきのホワイトボード出てきます。いつもホワイトボード。ちょっとこう階段状にしてあげたんです。その理由がね、こちらです。これがムーブメントになります。そしてその上に白いね、切った板に装着できる文字盤をつけるじゃないですか。つけたじゃないですか。これきっちりついたんです。パシッとついたんでね。でその真ん中にね、この針がつけれるところ出てくるんですよ。そしてもう一枚、俺のね、神奈川沖波浦を貼るとちょっと熱くなっちゃうじゃん。熱くなっちゃったんです。なのでさっきこの針をなんで加工したかっていうと、針がつく場所、そう、ここに GMT がつくんです。 GMT の針がつくんです。この神奈川沖波浦まで出てこないんだよね、 GMT の針をつける場所が。なのでちょっと加工しました。針自体をね、加工したんです。GMT つけなくてもいいじゃんと思うんですけど、 GMT つけたいじゃん、せっかくあるんだからさ。そう、何としてもつけたかったんです、 GMT は。
そう、届いてないから、だったら針を出そうってことで。針はね、普通こうまっすぐになってるじゃないですか。それをね、階段状にしただけなんです。こう、ほら、階段状にしてあげました。そうすると、このね、GMT の届いてない針、これがね、見ててください。まあ、みんなわかると思うんですけどね、ここにつけて、針をつけて、で階段状にすると、こう、ほら、届くでしょ。こういう加工をしたんです。もうこれでいいじゃんと思って。そうするとね、GMT 機能もね、しっかり動きます。実際動きました。これでいいじゃん。本当に。いろんなことやってるね。本当に。貼ったり曲げたり切ったり。時計の作業じゃない気がしますけど。本当にこんな感じ必死にね、加工しました。そう。だったらね、もう GMT もつくんでね。いよいよ文字盤接着しちゃいます。そう、厚みを出したくなかったんでね、瞬間接着剤を使います。どうしてもボンドの厚みって出るので、液状の方がいいですね。液状で、まあ極力厚みが出ないぐらいがいいです。まあつけすぎるとね、ムーブメントに垂れます。ムーブメントに垂れるとね、えらいことになりますから、つけすぎ注意な感じでね、つけてあげました。こう真ん中よりちょっとこう脇っちょかな、真ん中行きすぎるとね、真ん中からね、また瞬間接着剤ムーブメントに入っちゃいますからね。で、これのね、神奈川沖波裏をね、つけてあげましょう。本当に先端をこうぴっしり出すように。これもまた目剣なんですけどね。まあいいや。ぴっしりこう出すように。で、あと日付。カレンダーのところもね、カレンダーとこの真ん中のところ、ぴっちり出た。意外とぴっちり出ました。さすが瞬間接着剤だね。ほんとすぐくっつきました。もうどうにもできなくなるぐらいくっついてます。でもね、この後もすぐ作業できます。さすがだね。瞬間接着剤。そう、GMT のね、針をつけていきましょう。先ほど加工した階段状にね、した GMT の針です。ほら、ちょうどね、要はその、神奈川沖波浦の文字盤の穴をね、大きくしたんです。なので、こう、なんていうのかな、そこにこう、うまい具合に GMT がね、こう入るようになっててね。そう、針も買ったんですよ。見てください、皆さん。ぶっといの買いました。まあ機械式ですからね、トルクありますから、どうせならね、ぶっといので動かしてやろうと思って、ぶっといのを買ったんです。しかも青。これがね、本当にこのね、神奈川沖波浦と相まって、全く見づらいんです。まあいいよ。そう、ここからね、ピンボケ続いちゃいます。いやー、本当にこの細かい作業してるとね、結構このピンボケ多くなっちゃうな。まあ仕方ないです。でね、針をね、どんどん乗っけていきましょう。で、針はね、針押し器っていうのがありますんでね、それでね、押してきっちりつけてあげましょう。秒針はね、赤です。この赤がね、またすごくこうマッチしてていいですね。まあ、しかしピンボケ続くな。ほら、まあピンボケ続きますからね、ちょっと目を細めてみてください。そう。針ね、見づらいですよね。すごい見えづらいの。後ろの青と針の青がね、マッチングして、まあ見づらい。まあそんなもんですよ。そんなもんですけどね。なんかものすごくこう、いい具合にマッチしてて、こう、いいなと思って。それでね、ケースも入れます。ケースも入れます。だって、ケースに入れます。ケースもね、買ってあったんです。ちゃんと。なんでこの GMT にしたかっていうと、ケースが GMT のケースなんですよ。だから何としてもこのね、GMT 機構を動かしたかったっていうだけなんだけどね。入れてね、ちょっと見てみましょう。ピンボケだけど。そう、マジイラつくでしょ。これイラつくでしょ。まあね、ケース固定しましょう。ケースに固定して、それからです。見るのはね、それからにしましょう。まあ、かっこいいですから。そう。ほんと、不具合がね、また起きました。これね、クランプと呼ばれる、これパーツなんですけど、これでね、ケースに今止めるんです。
ケースに固定するんですけど、このクランプがねちょっと短いですよね。で文字盤を2枚重ねてあるんで、その厚みも相まっての不具合なんですよ。それを説明すると、これがケースでしょ。これはケースで、この面がガラスになります。下側ねガラスですよ。だから裏返しになってる感じですね。時計が裏返しになってるような感じになります。でムーブメントを入れてあげます。ちょっとはみ出てるけどね、あの辺はご愛嬌で書き直そう。書き直してね、しっかりねケース内に収まる感じにはなってるんです。そこでかいな。そうしっかり収まるんですけど、これねムーブメント入れただけではね、針でしょ。これ針がちゃんと動いてるんです。きっちり動いてね、スペースもありますし、で何がいけないかっていうと、この文字盤あるじゃないですか。神奈川沖波浦の文字盤と、あとはね白い文字盤、厚みがねちょっとあるんです。文字盤1枚分厚いんです。でね、ここにクランプでこうやってね、さっきのクランプと呼ばれるパーツでケースに固定するんですが、厚いのでねちょっと押されるっていうのかな。そのクランプが短いので、ちょっとなんていうのかな、あそこの文字盤とクランプが挟まるんですよね。挟めてケースに固定するっていう感じなのかな。なのでね、ちょっと文字盤に押されてカレンダーが動かないんですよ。うわーと思って、そういうこと起きたと思ってね。でこのクランプの長さを変えて調整しようと思ったんですけど、このクランプ1種類しかないんだよな。ここにこういうふうに止まって、文字盤で文字盤止まるでしょ。そこで文字盤止めるでしょ。そしてクランプで挟んであげるっていうイメージかな。そしてムーブメントを固定するんですけどね。このねクランプ何せこれ1種類しかない。でこのクランプの長さを変えようと思ったんですけどね、それをね買わなきゃダメなんですよ。でね、これを買わないともうクランプ、そしてケースに固定できないんでね、そしてちょっと長いクランプを使ってちょっと逃がしてあげようと思って、圧を逃がしてあげようと思ってね、クランプね注文しました。アリエクスプレスでね買うとね2週間から3週間かかります。なのでね、今日の動画ここまでになります。いやー、見てる人なんだよって思ってるだろうな。なのでこのね富岳36系神奈川沖波浦仕様の時計、次はね 2,3 週間後のねこの動画上げることになります。どうなったか、動くのかどうか、クランプ来てからまた加工してね、もうなんとかね本当に動かしたい。なんとかねこいつはね動かしたいって思っております。ちょっとぐらい見せるよってね思った人いっぱいいるだろうな。ちょっと楽しみにしておいてください。すごい見づらい時計になりましたなっちゃったけどね、かっこいいです。本当にかっこいいな。で偽物のロレックスを脱するってことでね、文字盤を、気に入った文字盤をねつけようと思って買ったんですけどね、いろいろ不具合があり、いろいろ加工があり、また注文してね届くまで 2,3 週間かかります。でもこうやっていろいろ加工したり改造したりカスタムしたり、すごいまた楽しいですね。ということでね、本日はこれで終わりになります次はね、このシリーズは 2,3 週間後のね動画アップになりますんでね、その次までどうなったか、どういう風な雰囲気になるのか楽しみにしといてください。次はまたこれ 2,3 週間後ですけど、次はまた違う動画ありますんでね、また動画見てください。本日もご視聴ありがとうございました。このシリーズは 2,3 週間待ってくださいね。
こっちに